特急1号ライトを演じられました志尊淳さん、お願いします。皆さん明けましておめでとうございます。ろれつが回ってない。はい、特急1号ライト役を演じさせていただいてます志尊淳です。ですね、この作品はですね、本当にたくさんの方に見ていただきたく、そして楽しんで帰ってもらえるように僕たち一生懸命作品作りに徹しました。ぜひたくさんの方々と見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして恐竜レッド桐生大吾を演じられました竜星涼さん、お願いします。はい、帰ってきました。ありがとうございます。髪を切ってイメチェンしました桐生大吾です。最後まで今日楽しんでいってください。よろしくお願いします。では志尊さんから、はい、年末年始どのように過ごされましたいやか？もう僕は単純にですね、2日間お休みをいただいたので、2日間はもうお家にから出ないでずっと、あれまた噛んだ、大丈夫大丈夫、お家から出ないでずっと休んでおりました。なるほど、でも充電されたと。はい、充電してました。じゃあこれからの2015年が楽しみですね。ありがとうございます。そうですね、僕は本当に何の変哲もないんですけれどもあと地元に帰って小学校の友達と飲んでましたお正月らしいですね。特に何も変哲もない小学校の飲み会でした。でも力もらえたんじゃないですか？もう一番楽しいですね、小学校のお友達と食べて飲んでる時がね。私はですね、1月1日が母の方のおじいちゃんの誕生日なんですよ。なのでみんなでお祝いするっていうのが毎年の恒例行事というかになってるのでお祝いしてました。はい、僕は家族と初詣に行きました。今年が本当に僕にとって勝負の年だと思ってるので、何事にも勝つように勝ち守りを買いました。私はおばあちゃん家に行ってお年玉をもらって漫画を買いましたナルト買いました。なるほど。そう、まだ高校生でいらっしゃいますもんね。はい。周りのお兄さんお姉さん方からのお年玉はちょっとなかったですね。くれるのかな。そうだ、同級生だからくれないみたい。そうですね、いけないいけない、そうでした。同い年なんで、はい、そうですよね。はい、もらう方です。はい、失礼いたしました。10歳違うのに。なんでだよ、なんでだよ、こっちにも言うねで言うよ。俺さん僕は実家にお年玉もらいに行ってもらえなくて家で充電してました。なるほど。本当に何もしなかったですもんね、正月でした。でも忙しかった分すごく力溜まったんじゃないですか？そうですね、10時間以上出ましたね。おお、はい、なるほど。では今年の活躍が期待できますね。できますね。ありがとうございます。自分で言うんですか、これ恥ずかしいですね。いや、期待しております。ありがとうございます。僕は初詣に行きまして、でやっぱ勝負の年にしたいのであれなんかやっぱ流星同士似ちゃうのかなそんな年に、はい、そんな風に過ごしてました。初詣はでも結構寒かったと思いますけれども、どうでした？いや、いつも通りな、いつも通りな感じで、毎年通りな感じでした。でも毎年初詣には行かれると？行きます行きます。はい。では素敵な服がやってきますようにですね、はい、期待しております。ありがとうございます。さあ続きまして斉藤さん、ちょっとはい、すいません。はい、僕はですね、年越し年が変わる瞬間は、知り合いのライブに行ってて、カウントダウンライブに行ってて、3日にスノーボードに行ってきました。そんな感じです。アクティブですね。はい、どうでしたか、今年の雪は？長野まで行ったんですけど、はい、一人で往復10時間運転して行ったんです。帰り半分意識なくて、でも雪すごいふかふかで楽しかったです。僕も勝負の年にしたいと思ったのにインフルエンザにかかってしまいずっと天井を見てました。それはでも感知なされて、もうはい、フルパワーで。はいです。あ、よかったです。勝負の年です。わかりました。皆さん駆けていらっしゃいますね、今年に。でも期待しております。では塩野さん、いかがですか、年末年始は？そうですね、僕も年始の3日が誕生日なんで、はい。僕もじゃないでしょ。いや、もち
1月1日おじいちゃんの誕生日だっていうから、はい、まあそれ毎年の地元に帰って祝いするっていうのが毎年の恒例なんですけどね、はい、20歳になりました。おめでとうございます。お酒が飲めるじゃん。そうなんですよ。なんでその3日の日は実家に帰って、姉とかとお酒を組み交わしました。初めてのお酒の味はいかがだったですか？そうですね、あんまり僕には合わないかもしれないまあでもこれからですね、私の今年期待しております。ありがとうございます。私高校生が高校3年生なんですけど、もう卒業しちゃうのでお年玉が最後だよって言われて渡されて、なので大事に貯金しました。ウッチーからもらってないです。のっさんからももらってないです。そういうもんです。はい。皆さん明けましておめでとうございます。僕は先ほどお年玉の話も出ましたけど、僕はまだまだヤングでいるつもりなんですけども、何せ甥っ子姪っ子がいるもんですから5人分お年玉を渡して過ごしたというか、たかられたというか、まあそういう感じで、まあ愛ちゃんにもこれからお年玉を考えてあげようかなと。で年末年始は本当にこの VS 映画が何とぞヒットしますように、そのことだけを考えておりました。ありがとうございます。頑張りますよ皆様の応援を糧として、これから VS 映画17日公開開始ですけれども、皆さんぜひぜひ1度2度3度4度見ていただければなと思います。どうもさようなら。さようなら。特急車がシャドーラインの力で子供に戻ってしまわれますよね。そこで各チーム代表して志尊さんと流星さん、はい、もしご自身が実際に子供に戻れるとしたら何歳ぐらいに戻って、はい、また何をやりたいですか？そうですね、僕はそしたら小学生に戻りたいですね。小学生の時本当に何も考えないで日々を過ごしていたので、もう何も考えずに遊んで食べてをもう一回繰り返したいなというふうに思いますね。いつに戻ろう。中学ぐらいに戻りたいですね。いや無敵じゃないですかその時っていやなんかね、いろいろ無敵だったなって、何もこう知らない強さって強いなと思いながら、はい、頃に今の知識で頃に戻りたいですね。いっぱいご飯食べていっぱい汗流していっぱい、はい、いろんな人にこう、はい新年ということでズバリ今年の目標を教えていただきたいと思います。新成人の年なので去年よりも飛躍できたらなとは思うんですけれども、一日一日を大切にしてもう一歩ずつでも半歩ずつでも進んでいけたらなと、初心を忘れずにやっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。では流星さんは今年の目標いかがでしょうか？いやちょっと素晴らしいコメントの後なんですごいね喋りづらいんですけど、とにかくね、この恐竜ジャチームの6人が恐竜ジャじゃないなんかまた新しい面を皆さんにこう見てもらえるようになんか今年も頑張っていければなと思います。はい、ありがとうございます。たくさんの皆さんがね応援してくださると思いますので、ぜひともぜひとも頑張ってください。ありがとうございます。さあそれではこれよりですねフォトセッションのお時間とさせていただきたいと思いますが、本日はこのようなものをご用意いたしました。そこで特急ジャーの皆さん、そして恐竜ジャーの皆さん、ちょっとチームごとに左右にぐっと分かれていただけますでしょうか？お願いいたします。足元白い大きなさあ大きな、はい、白いラインまでお願いいたします。さあそれでは後ろの鏡餅のパネルをご覧ください。見事鏡開きとなりました。そして今年の干支である羊のぬいぐるみが登場してまいりました。羊は群れをなして行動するため家族の安泰や平和をもたらす縁起物とされており、世界平和のために日々戦うスーパー戦隊の皆さんにはぴったりの干支となっております。さあ羊のぬいぐるみをご覧になって皆さんいかがですか？流星さんどうでしょう？これ100体あるんですか？はい、100体ございます。うわー、羊ですね。とても可愛らしいと思いますね。はい。あれ他に素敵ですね。ありがとうございます。
持っていただきたいと思います。それではフォトセッションとなってまいります。スチールの皆様ご協力をお願いいたします。さあそれでは以上で列車戦隊特急ジャー対恐竜ジャーザ・ムービーのスペシャルイベントを終了とさせていただきます。列車戦隊特急ジャー対恐竜ジャーザ・ムービーのキャストの皆さんでした。大きな拍手でお送りください。